明けましておめでとうございます。今年もどうぞ1年間よろしくお願いします。本日は1月3日水曜日、ただいま11時12分。それではいつも通りポンド円とドル円の相場分析をやっていきましょう。最初にお知らせです。2月からノートメンバーシップとポストプライムのプライム会員価格の値上げをします。こちらの値上げは新規入会の方が対象です。サブスクにご興味があれば2月までに無料期間だけでもお試しください。では前半はポンド円、後半はドル円をやっていきます。まずはポンド円の冷やしからですね。現在はこの平行チャンネル、ざっくりとですがこの緑のラインの中で動いておりました。それを今下抜けするのかどうかっていうところですね。過去にも若干上抜けたりということもありました。ここも若干下抜けてますよね。ですので、今この抜け方を下抜けと考えてはいなくて、ここから反発上昇する可能性も今は考えております。ただし、このピンクの丸ですね、ここ178円付近というところが今は一旦ボトムになってくるのかなと考えておりますので、現在地付近からそろそろ反発をしてもおかしくないのかなと。現在が 179.4 付近、そしてこのピンク丸の安値が178円付近ですので、もう少し下落余地はあるんですが、ただざっくり言うと現在地付近で底固めをしてくる可能性を考えておきたいです。とは言いましても GMMA の青帯は下向きですので、基本的には上がったところは売られやすい、上値は重い状態ですので、基本は戻り売りなんですけれども、それでも底堅い動きもしてきておりますので、いつ反発上昇、大きめの反発上昇が起こるかわからないというところには注意が必要です。では4時間足です。4時間足も GMMA は下向きですよね。ですので先ほどと同じように基本的には戻り売り優勢です。ただし先ほど言ってましたこの 178.1 という白い水平線、この付近まで下落してくると過去何度も反発しているところですので、そろそろ下げ止まりを作ってくる可能性は考えておきたいです。現在直近ではこの緑の3損ですね。この3損を描いて下落中と考えてますが、やはり178円が近づいてくるとかなり底堅い動きをしているので、下げるに下げきれない。かといって上昇できるかというと上値も重い。ですので今のポンド円かなり難しいですね。基本的には GMMA は下向きですので戻り売りなんですが、下がったところは買われやすいので、売るにしても買うにしてもしっかり引きつける必要があります。ですので例えば GMMA の青帯、昨日なんかもそうですけれども、この青帯ですね、GMMA の青帯付近まで上昇してからの下落になってます。過去もずっとそうなんですね。こちらの方もそうですが、GMMA の青帯付近まで上昇してくると下落という動き方をしておりますので、しっかりそのあたりまで引きつけてから次の下落の流れを想定しておくのがいいと思います。逆に下がればやはりかなり下髭も出てますので、下がったところは買われやすいんですね。ですので上がったところから売る、下がったところから買うという短いトレードが今は良さそうです。では1時間足です。1時間足も GMMA の青帯は下向きですね。昨日は直近の高値を抜けそうなそういう動きにもなりましたが、結果的にこの昨日高値っていうところには4時間足の GMMA が走っておりますので、そこで上値を抑えられての下落、そして安値を更新してきましたね。ですので今は下落トレンド継続中と考えておりますので、このトレンドを崩すまでは基本的には戻り売りでやっていくのがいいんですが、先ほどから何度も言ってますように、そろそろボトムも近くなってきておりますので、その辺は注意しながら、先ほど4時間足のところでお話ししたように、上がったところから売っていく、そして下がったところは底堅いので、そこから買いを検討することも可能かなという、そういう相場に現在はありますので、その辺を見ておくとトレードは分かりやすくなってくるかもしれません。ですので、下がったところを売っていこうとすると、昨日みたいなこういう上昇に巻き込まれますので、こういう強い下落の時は、ここにはついていかないのがいいですね。いつもツイッターなんかでも言ってますけれども、強く下落をしている時、そして強く上昇している時っていうのは、そこにはついていかない。一旦の様子見。例えば昨日ですと、この強い下落を一回見送って、次の上昇を待ってからもう一回次の下落に乗っていくっていう考え方ですね。昨日の場合は結果的にはやはり今下がったところは底堅いので、強く上昇した後、そのまま今15分足での上昇トレンドを描いてますので、この上昇トレンドを崩してくるまではもう少しこの上昇の流れを見ておく。そしてこの小さな上昇トレンドを崩してくれば、もう一段下落していく可能性。先ほど言ってました白いラインですね。ここ、178円付近までの下落を見ておくといいと思います。では次はドル円です。ドル円も GMMA の青帯は下向きですね。現在、冷やしを表示させておりますが、基本的にはずーっと下落をしてきております。その下落の中で今ちょっと反発の上昇をしてきております。買い足でお話ししてますが、そろそろこの安値の更新の仕方が弱くなってきているので、このあたりからゆっくり上昇に変わっていく可能性っていうところを今は見ております。ただ、もうちょっと下落する余地がありまして、この白い水
水平線ですね、139.4 付近、そのあたりまでは下落してもおかしくないかなとは思っておりますので、もう一段の下落には警戒しながら、そろそろ底固めをしてくる、そういうところも考えておきたいです。インジケーターを見てると、ここから上昇しそうな雰囲気はあるんですね。ストキャスティクスも MACD もちょっと強くなってきましたので、ここから上昇していくかもしれませんが、基本的な動きとしては下落トレンドですので、上がったところを売っていく戻り売りが今は優勢です。では4時間足です。先日お話ししていましたように、こういう緩やかな曲線を今描いてきて、ここから上昇していくのかなというふうにも見えてきます。ただ、まだ上昇の兆しは見えておりませんので、ここから上昇するかもしれませんが、今はトレンドラインにぶつかってきているので、基本的には現在地付近から下落していくということをイメージします。このトレンドライン見ていただいてもわかりますが、過去ずーっと意識されているんですね。ですので、今そこにぶつかってきてます。そしてストキャスティクスも高値圏ということで、ここから下落していく可能性は十分にあります。そしてもしこのトレンドラインを上抜けてきた場合は、もう一つ上にあるこの白いラインですね。そのあたりまで上昇していくと考えますので、現在地からそのまま垂直に上昇した場合は 143.5 付近になってきますので、そのあたりまで上昇する可能性も考えておきたい。今はどちらに動くのかがわからないところにあります。もちろんトレンドラインを上抜けてくる可能性もあるし、今までの流れを見ていると現在地から下落していくということも考えられますので、その両方の可能性を今は見ておきたい。つまり現在地付近でエントリーするとどちらに動くのかがわからないというところですので、上がった場合の想定、下がった場合の想定っていうのを考えておく。そして現在小さくレンジを作っている、買い足でレンジを作っている感じもしますので、これを抜けた方についていくのが今は良さそうです。ただし4時間足ストキャスティクス高値圏にありますので、いつ大きめの下落、今は下落トレンド中ですので、いつ大きめの下落が来てもおかしくないというところは念頭に置いておいてください。では1時間足です。1時間足昨日一度このトレンドライン、先ほど4時間足に表示させていたトレンドラインにぶつかって、そこから大きく下落しましたね。ただ GMMA の青帯現在上向きになってきたんですね。つまり1時間足では今上昇トレンドに入ってきているんです。ここで高値を更新してますよね。上昇トレンドなので、今そのトレンドのてっぺん付近なのであれば、ここからこういう今ジグザグという動き方をしてますので、こんな感じですよね。こういう今トレンドを作っているんですね。で、ここからこの今のこの動き方を見ていると、次は押しを作りに行くと考えますので、ここから押しを作ってまた上昇していくみたいな、そういうイメージは持っておくといいですね。本日は押しを作りに行く、そういう日になるのかなと。もちろんこのまま上抜けてくる可能性もありますので、上抜けてくると次のこの赤い水平線 142.8 付近まで上昇していく可能性。そして先ほど4時間足で言ってました、この白いトレンドラインですね。外側のトレンドライン。それがありますので、その辺付近まで上がってくるかもしれませんが、現在地っていうのは難しいところにあるのと、先ほど4時間足のトレンドラインにぶつかっているので、しかも4時間足のストキャスティクスは高値圏からそろそろ下落するのかなというところ。今1時間足のインジケーターを見ていてもちょっと弱いんですよね。ですので、今ここから上昇していくと考えるよりは、一旦押しをつけに行く。その押しをつけ終わったところからの次の上昇の流れを見ておくと、このトレンドラインを上抜けるような強い上昇に乗れるかもしれませんので、その辺見ておくといいですね。それでは本日は以上です。この動画がわかりやすいと思ったら、いいねとチャンネル登録をお願いします。そして最後にお知らせです。ノートのメンバーシップ会員を募集中です。毎朝更新の相場分析に加え、週末にはわかりやすいスキルアップ動画を投稿してます。FX で勝てるかどうかは知識量の違いが決め手です。週末動画でどんどんその知識を蓄えていってください。FX を基礎から学びたい、知識レベルを上げたい、そんな方のお悩みを解決します。また、ノートでは有料マガジンを含め、複数の視聴プランをご用意してます。ノート限定の掲示板機能では、リアルタイムな相場のコメントも投稿しています。時々 Twitter にもその投稿を公開してますので、よければ Twitter も見てください。ノートメンバーシップは初月無料ですので、ご入会を検討されるなら今がお得です。また、限定動画だけをご希望なら、YouTube メンバーシップでもご視聴いただけます。詳細は概要欄をご覧ください。それでは本日も最後までご視聴ありがとうございました。たかしでした。バイバイ。